霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著33自殺した美女。今度は入れ替わってある事情のために自殺を遂げた一人の女性との会見のお話をいたしましょう。少々陰気臭い話でお聞きになるにあまり良いお気持ちはしないでございましょうが、こういった物語も現世の方々に多少のご参考にはなろうかと存じます。その方は生前私と大変に仲の良かったお友達の一人で、名前は敦子。敦盛の敦という字を書くのでございます。聖家は畠山といって大層由緒ある家柄でございます。その畠山家の主と私の父とが日頃別婚にしていた関係から、私と敦子様との間も自然親しかったのでございます。お年は敦子様の方が2つばかり下でございました。お母様が大変お美しい方であったため、お母様にの敦子様も目の覚めるようなご器量で、ことにその生え際などは震えつくほどお綺麗でございました。あんなにお美しいご器量に生まれて敦子様は本当に幸せだ。そう言ってみんなが羨ましがったものでございますが、後で考えるとこのご器量がかえってお身のあだとなったらしく、やはり女はあまり醜いのも困りますが、またあまり美しいのもどうかと考えられるのでございます。敦子様の悩みは早くも17、8の娘盛りから始まりました。諸方から雨の降るようにかかってくる縁談、中には随分これはというのもあったそうでございますが、敦子様は一つなしに皆断ってしまうのでした。これには無論訳があったのでございます。親戚の幼なじみの一人の若人、世間によくあることでございますが、敦子様は早くから右の若人と思われる仲になり、末は夫婦とないない二人の間に固い約束ができていたのでございました。これが望み通り円満に収まれば何の世話はないのでございますが、月に村くも花に風とやら、何か両家の間に事情があって、二人はどうあっても一緒になることができないのでした。こんなことで敦子様の婚期は年1年と遅れて行きました。敦子様は後にはすっかり焼け気味になって、自分は生涯嫁には行かないなどと言い張って、ひどくご両親を困らせました。ある日、敦子様が私のもとへ訪れましたので、私からいろいろ言い聞かせてあげたことがございました。ご自分同士が良いのは結構であるが、こういうことはやはりご両親のお許しを得た方が良い。どうせ私の申すことはこんな堅苦しい話に決まっております。これを聞いて敦子様は別に反対もしませんでしたが、さりとでまたなるほどと思い返してくれる模様も見えないのでした。それでもその後幾年か経って、男の方が諦めてどこからか妻を迎えた時に、敦子様の方でも我が折れたらしく、とうとう両親の勧めに任せて幕府へ出仕しているある歴々の武士のもとへ嫁ぐことになりました。それは敦子様が確か24歳の時でございました。縁談がすっかり整った時に、敦子様ははるばる三浦までご挨拶に来られました。その時私の夫もお目にかかりましたが、後であんな美人を妻に持つ男子はどんなに幸せなことであろうなどと申したくらいに、それは美しい花嫁姿でございました。しかし異妻の事情を知っている私には、あの美しいお顔のどこやらに潜む一種の寂しさ、新婚を喜ぶというよりか、むしろ辛い運命に
仕方なしに服従しているといったようなやるせなさがどことなく感じられるのでした。ともかくこんな具合で敦子様は人妻となり、やがて一人の男の子が生まれて、少なくとも上辺には大層幸福らしい生活を送っていました。落朝後、私が諸磯の海辺にわび住まいをしていた自分などは何度も何度も訪れてきて、何かと私に力をつけてくれました。一度は敦子様と連れ立ちて城跡の夫の墓に詣でたことがございましたが、その道すがら敦子様が言われたことは今も私の記憶に残っております。一体恋しい人と別れるのに、生き別れと死に別れとではどちらが辛いものでしょうか。ことによると生き別れの方が辛くはないでしょうか。あなたの現在のお身の上もお察しいたしますが、少しは私の身の上も察してくださいませ。私は一つの生きた屍、ただ一人の可愛い子供があるばかりに、やっとこの世に生きていられるのです。もしもあの子供がなかったら、私などはとうの昔に、現世における私と敦子様との関係は、だいたいこんなところでお分かりかと存じます。